探偵アロイと秘密の盗賊ワイナム。魔法師キュモンの静かな夜、富豪ミーヨの豪邸に一通の盗難予告状が届いた。そこには、今夜貴殿の宝物を一つ頂戴する。秘密の盗賊ワイナムと書かれていた。ミーヨはすぐに名探偵アロイに連絡を取った。名探偵アロイは冷静に状況を分析し、ミーヨの豪邸に向かった。彼は到着すると、まず予告状を詳しく調べた。紙質やインクの種類からワイナムが使った道具や手口を推測した。夜が更けるにつれ、豪邸の警備が強化された。しかし探偵アロイは一つの部屋に目をつけた。それはミーヨの書斎で、彼の最も貴重な宝物が保管されている保管部屋の隣だった。アロイは書斎の物置に身を隠して盗賊ワイナムの出現を待った。突然書斎の中に静かに執事が入ってきた。執事は何かを探していた。探偵アロイは隠れていた物置から出てきて執事に尋ねた。どうかしましたか？執事に変装したワイナムは少し驚いたが、冷静にアロイに旦那様から書類を持ってくるように頼まれましたと答えた。そして逃げることなく探偵アロイに堂々と向き合った。突然探偵アロイは執事に「君が盗賊ワイナムです」と告げた。どうして私が盗賊なのですか？と執事は探偵アロイに尋ねた。予告状の紙の匂いだ。特別なお香の香りが混ざっていた。それはこの書斎にしかない特別な紙で、この家の主人しか使わないとアロイは答えた。それを主人以外で取れるのは君だけだ。執事に変装したワイナムは微笑み、さすが名探偵アロイだ。しかしこれで終わりではないと言い残し、煙幕を使って姿を消した。アロイは煙が晴れるのを待ち、富豪ミーヨに告げた。彼はまだ近くにいる。次の手を考えなければならないと冷静に言った。翌朝、アロイはミーヨと共に書斎を詳しく調査した。ワイナムが残した手がかりを見つけるためだ。アロイは机の引き出しの中から小さなメモを発見した。そこには必ず次の光の標的をいただくとだけ書かれていた。アロイはすぐにミーヨに警告した。ワイナムはまだこの町にいる。次の標的が何かを突き止めなければならない。その日の午後、アロイは町の情報屋に会いに行った。情報屋は最近街に現れた謎の人物について話し始めた。彼は何か特別なものを狙っているらしい。それ以外の情報はなかった。アロイはおそらくアレキサンドロスだという宝石を狙っていると考え、それを所有している富豪ミーヨの友人の宝石商の店に向かった。店主に事情を説明し、警戒を強めるように依頼した。その夜、探偵アロイは店の周囲を見張り、盗賊ワイナムが現れるのを待った。夜が更けると、探偵アロイは店の裏口で不審な影を見つけた。影は素早く動き、鍵を開けようとしていた。探偵アロイは静かに近づき、影に声をかけた。動くな、ワイナム。影は驚き、振り返ると、そこには若い女性が立っていた。彼女は驚いた表情でアロイを見つめた。私はワイナムではない
助けて。アロイは一瞬戸惑ったが、彼女の目に真実を見た。何があったのか話してくれ。彼女は震えながら話し始めた。私はユイナ、ワイナムに脅されてここに来たの。彼は私の家族を人質にしている。アロイはユイナを保護し、彼女の話を聞いた。ワイナムはユイナの家族を人質に取り、彼女を使って宝石を盗ませようとしていたのだ。アロイはユイナと協力し、ワイナムの計画を逆手に取る作戦を立てた。彼らはワイナムをおびき寄せ、彼の正体を暴くための罠を仕掛けた。その晩、アロイとユイナは店の中で待ち伏せし、ワイナムが現れるのを待った。ワイナムが現れた瞬間、アロイは彼を捕らえ警察に引き渡し、ユイナの家族を無事に救出した。翌朝、アロイはユイナと共に警察署に向かい、ワイナムを捕まえるまでの状況を報告しに向かった。しかし、警察署に到着すると、驚くべき知らせが待っていた。ワイナムはすでに脱獄していたのだ。アロイはすぐにユイナの家族の安全を確認するために、彼女の家に再び向かった。ユイナの家に到着すると、家族は無事だったが、家の中には不気味なメッセージが残されていた。次はもっと大きな獲物を狙う。気をつけろ探偵アロイと書かれていた。探偵アロイはこのメッセージを見て、盗賊ワイナムが次に何を狙っているのかを考え始めた。探偵アロイは町の図書館に向かい、過去の盗難事件や盗賊ワイナムに関する情報を調べた。そこで彼は盗賊ワイナムが過去に狙った宝物が全て不思議な言い伝えのある特定の歴史的な価値を持つものであることに気づいた。探偵アロイは次の標的が町の博物館に展示されている魔法のルビーであると推測した。その夜、探偵アロイは博物館の警備を強化し、自らも見張りに立った。深夜、静寂を破るように警報が鳴り響いた。探偵アロイはすぐに展示室に駆けつけたが、そこには誰もいなかった。しかし、展示ケースの中のルビーは消えていた。探偵アロイは展示室を詳しく調べ、窓の外にかすかな足跡を見つけた。彼はその足跡を追い、町の外れにある古い廃墟にたどり着いた。廃墟の中に入ると、そこには盗賊ワイナムが待ち構えていた。ようやく来たか、アロイとワイナムは笑みを浮かべた。君がここまでたどり着くとは思わなかった。探偵アロイは冷静に答えた。君の計画はすべて見抜いている。ルビーを返してもらおう。盗賊ワイナムはルビーを手に取り、アロイに見せつけた。これが欲しいのか、だが、これはただの始まりだ。その瞬間、盗賊ワイナムはルビーを投げ、煙幕を使って再び姿を消した。探偵アロイは煙が晴れるのを待ち、ルビーを手に取った。その時、ルビーに何か奇妙な刻印がされているのに気がついた。それは古代の魔法の呪文の一部であった。アロイはルビーを持ち帰り、ユイナと共にその刻印の謎を解くことにした。彼らは町の古い占い師に助けを求め、刻印の意味を解明しようとした。占い師は刻印が強力な魔法の封印を解く鍵であることを告げた。アロイとユイナは
盗賊ワイナムが魔法の封印を解くためにルビーを狙っていたことを知り、彼の真の目的を阻止するために動き出した。彼らはワイナムの次の動きを予測し、彼が魔法の封印を解く前に捕らえるための計画を立てた。アロイとユイナは町にある古い佇まいの動物病院に向かった。動物病院は町の外れにあり、不思議な治療を行うと言われていた場所だった。彼らは動物病院に向かい、院長の協力を得て静かに内部を調査した。内部は外観とは大きく違い、別世界の不思議な愛に満ちていることを探偵アロイは感じた。そして動物病院の奥には、古代の魔法の封印が施された秘密の扉があった。扉にはルビーをはめ込むためのくぼみがあり、アロイはルビーを慎重にはめ込んだ。突然扉がゆっくりと開き、内部には古代の不思議な文字が書かれた書物が置かれていた。アロイはその書物を手に取り、ユイナと共に内容を調べ始めた。書物には強力な魔法の呪文とそれを解くための方法が記されていた。その瞬間、背後から盗賊ワイナムの声が響いた。ようやく見つけたか、名探偵アロイ。だがその書物は私のものだ。探偵アロイは冷静に振り返り、盗賊ワイナムに向き合った。君の計画はすべて見抜いている。これ以上の悪事は許さない。ワイナムは笑みを浮かべ、君はまだ何も分かっていない。この書物には世界を支配する力が秘められているのだと言い放った。アロイとワイナムの間で激しい戦いが繰り広げられた。アロイはユイナと協力し、ワイナムの攻撃をかわしながら書物を守り抜いた。最終的にアロイはワイナムを捕らえ、彼の計画を阻止することに成功した。ワイナムは捕らえられ、町の警察に引き渡された。しかしアロイはまだ何かが解決していないと感じていた。彼は書物を再び調べ、そこに隠されたもう一つの秘密を発見した。それはワイナムが追い求めていた真の力の源だった。警察署から盗賊ワイナムは不思議なことに忽然とまた姿を消していた。そこには名探偵アロイに向けた一通の手紙が残されていた。名探偵アロイ、さすがだ。でも最後は私の勝利に終わる。また会おう。探偵アロイは心を引き締め、部下となったユイナと共にその秘密を解き明かすための旅に出ることを決意した。彼らは不思議な動物病院の人々の助けも借りて、新たな冒険に向かう準備を整えた。その時突然、動物病院の床が震え始め、古代の魔法の力が解放されるような光があふれ出した。アロイとユイナは驚きながらもその光の中に飛び込んだ。彼らは次の瞬間、全く異なる世界に立っていた。そこは魔法と謎に満ちた異世界で、彼らは新たな冒険の始まりを感じた。